こんにちは、アンナスです。今日は無印で買った、ブラウス T シャツっていう、なんか T シャツとブラウスが一体型になってるみたいな。でも裏にボタンがついてますね。でもここがちょっと伸びる感じなのかな。はい、こういう感じのちょっと色付きの半袖を買ってみました。それでは手元の方にどうぞ。はい、それでは刺繍していきたいと思います。ちょっと黄色っぽい感じの水色ですね。画面では皆さんどういう風に映ってるかわかんないんですけど、T シャツです。ここがなんかこのまま頭をかぶっていいのかもしれないけど、一応後ろにボタンがついてます。で、今日刺繍しようと思うのはここにアンナスのプチ刺繍っていう本の服のこれですね。ここをこの部分に刺繍したのを縦にここにやってみようかなと思います。で、サテンステッチで刺したんですけど、やっぱり今回もちょっと拡大してでチェーンステッチでここにダーってやってみようかなと思います。では図案を写していきます。はい。では120% 拡大しました。120です。で、今日もスマプリを使います。チャコペーパーでも写せそうな布地ではあったんですけど、色がブルーだったんです。チャコペーパーって本当にこの色なので、悩みましたけど。もう歯切れは使えないんで、A4 サイズが2枚入ってて、で、私は結構使ってしまっているので、ちょっとこれも歯切れにはなってしまっているんですが、ここでいけますね。これでシールに図案を写していきます。もうこういう感じで。ペンで写します。ペンはステッドラーのピグメントライナー 0.05 です。はい、では書けました。こんな感じです。で、ハサミで切ります。外側 1センチぐらいは残しておいた方がいいので、もう余分なところは切ってしまいます。で、まだ全然こんなちっちゃいのはもう使えないですけど、全然これは置いとけるので置いといて、でちょうどなんかこの服背中にボタンがあるんで、ここになんかこうボコッとなっているんですよね。だからこれに沿って貼るといいのかなと思いました。で、全部ベリって剥がすとぐちゃぐちゃになるので、角を折ってちょっと取ります。で、貼ります。ちょっとだけ貼ってください。で、位置とか決めて、これぐらいですかね。で、このまま下の透明のフィルムをそっと剥がします。で、これでちょっと曲がってたとしたら、シールなんでまたそっと剥がして貼り直してください。で、その時はなぜかわかんないんですけど、ちょっと裏にホコリっていうか毛がついてるからか、割とぐちゃぐちゃになりにくいんで、これでちょっと貼り直してもらったりしながら、大丈夫かなっていうのを見てもらって、気になる方は定規とかで、でも本当にまっすぐビシってなってなくても、服だからちょっと動くんで、多少のなんか本当 2,3 度ぐらいのズレはそんな着てても気にならないかなと思います。45度とかね。でも10度ぐらい違うと違う感じになるかな。あとこの服なんか縦に線が入っているんで、私このスマプリの端っこを使ったんですけど、違うか、この線が合っていればいいんですけど、無理ですね。なんか目分量でだいたいこんな感じで、じゃあ刺繍していきます。はい、では刺繍していきます。
刺繍枠をはめます。で、今刺繍したいところを真ん中にセットして、でちょっとしっかり締めて、結構薄いからスマプリでちょうど良かったかもしれないです。もし色違い買われる方も、普通にこのまま刺すとちょっともしかしたら刺し心地が悪いかもしれないんで、スマプリの方がいいかなっていう気はしました。で、今日はこの3色で刺していこうと思います。これでいい感じでこう賄ってやっていきます。でないと色足すと結構難しくなるかなと思うんです。重ねてっていうかコーディネートする時にもういつもジーパンと合わせてるみたいな感じになると思うんで、なんかもうちょっといろいろ組み合わせたいなって思う場合は、そう色はあんまり足さない方がいいかなと思いました。でもいいです。なんか結構夏なんでオレンジとかね合わせても可愛いかなって一瞬悩んだんですけど、今日はもうこれでいきます。で3本取りで刺繍糸3本取ります。3本取りでいいか。はい。そしていつもと一緒ですね。いつも3本取りで3本取りの針でチェーンステッチしていきます。でもスタートは玉留めで始めるので、線の上から針を出します。で、親指でこっちで押さえておいて、同じ穴に刺して2ミリぐらいか3ミリぐらい針を出します。で、糸をかける。で、上に引っ張る。で、結構もうギュッとしっかり締めてください。これでチェーンステッチが1個できました。で、続きをするときは輪の中に針を刺して、さっきと同じサイズ針を出して糸をかける。で、上に引っ張る。これを繰り返していきます。で、すごいもう今日チェーンステッチ量が多いので、もうこうやって糸をセットしておけば、針を上に引っ張るだけでチェーンステッチができるので、もうこれで工程を一つ減らしてどんどん刺していってください。じゃあこれでぐるっと一周刺していきます。はい、これで一周できました。一周したら一番最初に作った丸チェーンステッチを布と糸を触らないようにここの間に針を刺します。で、引っ張ると引っかかった。引っ張ってで、一番最後に作ったチェーンステッチの穴に刺すと、これでどこから始めたかわからない感じのチェーンステッチですねになりました。なので輪をつなぐときはこうやって最後今のやり方でやってください。で、次2周目いきます。で、2周目はすぐそばギリギリのところから針を出してまたぐるっとやっていきます。で、最後閉じるときはさっきの閉じ方で埋まるまでこの線の上に来るまで何周ぐらい4周ぐらいいきますかねっていう感じで埋めていきます。はい、3周目までいって4周目なんですが、ここはもう埋まってるんですね、上の方が。で、下の方が空いてるので途中からスタートします。ここから始めて、でちょっと端っこの方が細くなってるんで、ち
ちょっと細くなんかもうギュッと引っ張っといてください。ほとんど穴が見えなくなるぐらいギュッと引っ張って、でこの後は普段通りのちらっと穴が見えるかなぐらいの感じでやってもらって、でまた最後の一粒だけでいいと思うんですけど、結構引っ張り気味でギューッとしておいてもらうと、ちょっとこう馴染むというか、同じサイズだと今みたいに突然カクッとなるんですね。だからもう一粒ぐらいかな。これで最後ってなったら、これを最後ギューって引っ張ってちょっと穴を小さくして、で刺す場所も輪のすぐ外側に針を刺すっていうのが基本なんですけど、ちょっと離れたところに刺しておくと、なんかこう滑らかな感じで入っていきますね。でこういうちょっと隙間が空くのはこれぐらいはいいかなと思うんですが、あまりにもここが空いてしまう人はアウトラインステッチをここに入れてください。これぐらいだったら入れなくていいかな。めちゃくちゃ空いた人はちょっとアウトラインステッチとか、これが気になるっていう方もアウトライン入れてください。で最後は玉留めでもいいんですが、私は玉留めちょっと苦手なので、裏の糸を2回ぐらいすくえばこれで埋まってます。で次なんですけど、自由にやっていただいていいんですね。これ中全部塗りつぶしてないんですね。実はちょっとわざと開けていて、一番端っこは外側と一番真ん中だけで、一番中だけで大と小だけ刺して、その中のサイズの部分は空洞にしてあります。だけどこの逆側の方は外側とその次の大と中だけ刺して、小の丸は刺してないんですみたいな感じでランダムに入っていて、これ2色で構成しているんですけど、今回ちょっと3色用意して、2色だとちょっとコントラストがあまりにも強すぎるんで、ちょっとどっかでちょっと中和させる感じでこの茶色っぽいグレーを入れようと思ってます。でこの真ん中ですね、とりあえずここは刺さないで、真ん中をこのチャコールグレーっていうか、もうほぼ黒に近い焦げ茶みたいな感じで、2本取りでサテンステッチでいこうと思います。なんかこれちっちゃすぎるんで、無理やりチェーンステッチでやるとちょっと逆に大変になってしまうので、サテンでやります。でサテンステッチも最初いつもね並縫いしたりして始めるんですが、もう裏に絡ませられるので、裏に絡ませて裏の糸を2回ぐらい拾って、でサテンステッチで、サテンステッチをするときは真ん中に1本基準を入れて、これも全部サテンステッチの向きはこの横向きで揃えていこうと思います。いろいろになっても別に問題はないんですけど、揃ってる方が綺麗ですね、仕上がった時に。色が濃いからあんまりわかんないかな。で基本的には隣に刺していきます。でも必ず隣を刺さなきゃいけないっていう決まりはないので、前のところで気になるところがあればどんどん戻って修正していってください。で下までいったらまた上半分も埋めて出来上がり。だいぶこの布がつってますね。しょうがないですね。これでできたらまた裏に絡めて、
でギリギリで切ります。で次どうしようかな。よいしょ。葉っぱと茎を次は刺していきます。だいたい本と同じ刺し方でいいかなとは思うんですけど、茎は3本取りにします。なのでちょっとサテンは3本だとちょっと作業しにくい、埋めにくいので2本が多いですね。でもアウトラインだと2本だとちょっとヒョロヒョロするので3本にします。ちょっと端っこ切り揃えて、で玉留めで一目作ります。でちょっと先に出して最初に作ったステッチの半分あたりのところをギュッと押して糸の下に刺します。糸を割らないで糸の下に刺します。そうすると1つ目が曲がってくれました。刺繍糸はまっすぐにしかならないんで、こういうカーブを作りたいので、2つ目の刺繍糸を3つ目の針でギュッと押して糸の下に刺します。でこれを繰り返していくと糸が少しずつ曲がってくれるので、これでどんどん茎を仕上げていきます。で順番としては今茎を刺してそこに葉っぱを生やしていくっていう感じにした方がバランスが取りやすいです。なんか多分この辺に茎が来るだろうなって想定して葉っぱの刺繍途中で終わらせるの結構難しいんで、もう先に茎を作っておいて後から葉っぱの方がバランスが取りやすいです。なので図案が離れているものはいつでもいいんです。だからこれやってこれやってこれやってってこの丸いでっかいお花だけ先に作ってからちっちゃいお花とかそういう順番でもいいんですけど、くっついてるものに関しては茎葉っぱの順でやるとうまくいきます。ここの花と茎に関してはどちらが先でも大丈夫です。でその法則はなんか他の動画で喋ってるかな。いろいろ自分の中で私の中であるんですけど、今日はちょっと説明しないでおきます。で最後終わったら一番最後の刺繍糸がちょっとこう浮いているというかひょろっとなっているので同じ穴から出して半分サイズの押さえるだけのステッチを入れます。そうすると収まるので、玉留めでもいいし裏に絡めて終わらせます。はい、次に葉っぱの刺し方です。葉っぱは真ん中に1本基準を入れます。で左右埋めていきます。今分かりづらいんですけど薄い茶色みたいなの使いました。結構白と色が似てるからもしかしたらちょっと色変えるかもしれないですが、ちょっと濃いめの茶色もう一回刺してみます。で平行にずっとこうやって埋めていってさっきの丸と一緒ですね。ずっと埋めてで反対側も同じように埋めていきます。で裏の糸が渡り糸がいっぱいあると裏汚くなるので、近場をどんどん埋めていくっていう感じにするとうまくいきます。で、今服に刺繍してて結構胸元とかだから下着を着てたとしてもここの刺繍糸が皮膚に当たる可能性はあるんですが、刺繍糸はメーカー品使ってれば大丈夫です。全然痛くないです。いろいろ私も刺繍しましたけど今日 DMC 使っていてコスモとかいろいろ日本のメーカーもあって DMC はフランスなんですが、
全然チクチクしたりしないんで、別に裏のことは気にしなくて大丈夫です。ただちょっとそれ以外の100均とかわかんない、なんかいろんなところのね、糸っていっぱい売ってるので、そういうの使われる方はちょっと考慮した方がいいかなと思います。じゃあこんな感じで葉っぱを埋めていきます。はい、ここまでできました。で、次にこのちっちゃい丸の刺し方なんですけど、まず中のサテンステッチを仕上げてから、その周りに沿ってチェーンステッチを入れていきます。サテンステッチの場合はもう同じですよね。刺す順番としては真ん中を埋めてから外側で、こっちの場合はこの大きい丸の場合、ここが空いてるんでチェーンを先に刺すかサテンステッチを刺すかどっちでもいいです。これは順番関係ないです。好きな方から刺してください。でもしここが全部埋まってるバージョンの場合は、中心からですね。中心から外側に向かって刺し広げていくとうまくいきます。だけどここの大きい丸の場合はドーナツだけを刺すだけだったら外側から刺した方が形が綺麗に取りやすいですね。ややこしいですね。初めての人はちょっとこんがらがるかもしれないですけど、そういうことです。じゃあこれで全部、丸を埋めていきます。埋め方はさっきと一緒ですね。はい。ちょっと途中をいきなりこれで出来上がりましただとあれなんで、ちょっと途中をお見せしようと思って夕方なんですけど、こんな感じ。ちょっと待ち針つけてます。まだ途中です。でも爽やかな感じですね。ちょっと太陽があんまり綺麗に撮れてないんですけど、ここまで仕上がったら、多分明日の朝撮れるかなって感じです。はい、頑張ります。はい、ではできましたので、ちょっと広げてみたいと思います。結構可愛いっていうか、作ってる途中からちょっと中東っぽいなと、ちょっとこうイスラム系の感じがしますけど、それはそれでちょっと新鮮というか、どうしても色が難しいですね。色が綺麗に映ってないですが、光りますね。とりあえずこれで出来上がりです。で、スマプリを取ります。これこのままお水に浸すと取れるんですけど、浸す時間が短かったりとか、溶けきってない場合は結構海苔みたいにしてこう残るので、私はちぎってます。余計な部分はこうやってちぎって、でこの渦巻きの中のところとかに残ってるのは水で溶かして、ここがちょっと硬く残っててもそんなに気にならないんですけど、こう貼った形のまま四角くこう跡が残るっていうのはちょっと変かなって思うので、もう先にちぎって取っておきます。こんな感じで、ちょっと後でもうちょっと色調整してちゃんと取ろうと思うんですけど、すごい可愛いです。実物可愛いんで、これもいっぱい毎日着たいなっていう感じです。ただ刺繍はちょっと私的には大変でした。葉っぱばっかりだと飽きてきて同じ図案を刺すの結構途中で飽きてすぐやめちゃって違うことしちゃうタイプなんで、最近は割とね楽しくすごい勢いで刺繍してたんですけど、今回は割とヒーヒー言いながらやりました。でも刺すのが好きな人は結構好きかもしれないです。ぜひやってみてください。色はこんな感じです。寄ると勝手に携帯が色を補正するんで、ちょっと引くと雰囲気が
こんな感じです。割と黄色っぽい水色なんですけど、ちょっとブルー寄りに映っているかな。もうとっても可愛くできました。お気に入りです。このレースというか、なんか私がちょっと着てたものでもう着なくなったレースがあるんですけど、それをちょっとこう切ってここに縫い付けてみようかなと思います。ちょっと白い成分を増やすと可愛くなるかなと思ってダメだったら外します。はい、ではこんな感じで寄ると変な色になりますね。引くとだいたい同じような、ちょっとブルーっぽいですけどレースをつけました。すごい違う服になりましたね。かわいい。これまたいっぱい着ていこうと思います。ぜひ皆さんも真似してみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをお願いします。あと、この場所で刺繍教室をやっているので、毎週木金はランダム、カレンダー見ていただいて、で土曜日は毎週、午前中にやってるので、もし、東京の近郊に住んでいらっしゃる方とか、いろいろもしよかったら1回きりの教室なんで、参加してください。あとは遠くて参加できないという方は毎月の刺繍って言って、ファンボックスっていう場所なんですけど、そこで毎月1つ図案を上げています。そして、限定ライブとか、あと抽選会、私が作った作品今日みたいにしてちょっと服はあげてないんですけど、カバンとかに刺繍したものとかはプレゼントしているので、そういう抽選会もやったりして、結構ワイワイいろいろやっているんで、もしよかったら、月600円でやってるんで参加してみてください。あとね、ネットショップとか、遠方でもいろいろ一緒に楽しめることがあると思うので、一緒に刺繍を楽しみましょう。はい、それでは、また来週よろしくお願いします。それではさようなら。